こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。ドラゴンボーンの霊気って強いですよね。フロストブレスを当てるだけで15秒も敵を行動不能にできるので、その間一方的に攻撃し続けることが可能です。しかしこの能力には欠点があります。それは、凍結中の敵は極端にダメージが通りにくくなるということです。時間をかければそのまま倒せなくもないですが、結局のところ、一時的に敵の数を減らす能力という評価に落ち着きがちです。そこで今回はこの欠点を克服して凍結中の敵を無理やり叩き壊すビルド、凍結の粉砕者の作り方を紹介します。まずは種族ですが、多くの男性にします。種族固有パワーの強戦士の怒りが今回のビルドと相性がいいからです。名前は、氷を砕くのでシャーベットくんにします。それではヘルゲンを脱出します。レイロフとハドバルどちらと逃げるか選べるのですが、今回はハドバルルートにします。最初に戦うストームクローク兵を倒せば、すぐに両手武器が手に入るからです。今回のビルドでは両手武器を使うので、ハドバルを盾にしてスキル経験値を稼ぎつつ進みます。ヘルゲンを脱出したら、魔術師の石碑をセットしてから、リバーウッドへ向かいます。アルボアから紅玉のインゴットを1つ購入して、適当に革を4つ用意したら、これらを材料にして、冒険者のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使うことなく装備できるので、デメリットなしでスタミナと所持重量を強化できます。それではホワイトランまで移動して、馬車に乗ってウィンドヘルムへ向かいます。そこからさらに南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらコウシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのままコウシュの間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で冒険者のバックパックを付け直してみると、血虫の兜によってスタミナと所持重量が強化されています。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識としてすっかり定着しましたね。クエストをクリアしたら、黒鉱石など金目のものを回収してから、下の階の寝室に入って、オレインベアクロウの兜を入手します。スタミナ回復とスタミナが上昇するという物理キャラ向けの性能をしているので、今回のビルドではこれを使っていくことにします。次は魔術スキルを鍛えたいので、リフテンの商人にこれまでの戦利品を売ってお金を作ります。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。というわけで黒鉱石を一つ残して全ての戦利品を売り終わりました。そうしたら宮廷魔術師のウィランドリアから、豆苗、聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、回復呪文の消費を 25% 軽減できるようになります。それではウィンターホールドへ移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋で休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを開始します。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでプラス100間近上昇というバフが発生することがあります。これが発生するとものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これで呪文がほぼ使い放題になったので素人のフードをかぶってから、ミッテンでドラングルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、一度ミッテンから出て、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまたミッテンに戻って、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。次は編成スキルを上げにソリチュードへ向かいます。門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりに上昇が早くて表記が追いつかないので、
ある程度打ち込んだらスキルツリーを開いてスキルレベルを確認します。ステータスの上昇はスタミナに2回ほど振り分けて、残りは体力に振り分けます。こまめにスキルレベルを確認しながら豆苗を打ち込み続けて、編成スキルが70まで上がったら、すぐにファストトラベルでその場を離脱します。これで余分なレベルアップを防ぐことができます。それでは血虫の兜をかぶってから、まず最初に回復パークの聖職者を取得して、編成パークの魔法耐性をランク3まで取得します。これで魔術スキル化石は終了です。ここからは装備を集めていきます。まずは酔いどれハンツマンでカウンターの上のメモを読んで、勇者の戦いのクエストを開始します。クエストを進めるにはいくつかのルートがあるのですが、今回はクリジャから雪雲の毛皮を盗むルートにします。下準備として一旦ウィンターホールドへ移動して、平成の間の2階に麻痺の毒が落ちてるので拾います。それではカイネスグローブに向かいます。テントのそばに目当てのクリジャがいるのですが、雪雲の毛皮は価値が高くまともにすり取ることはできません。というわけで武器に麻痺の毒を塗って、待機を繰り返して衛兵が近くに来るまで待ちます。うまいこと衛兵がクリジャのそばまで来たら、毒でクリジャを麻痺させて、すぐに武器をしまって降参します。罰金を払う選択をしたら敵対が解除されるので、会話をキャンセルしてクリジャのインベントリを開きます。これで確実にクリジャの雪雲の毛皮をすり取れます。あとは衛兵がセリフを言い終わるのを待てば、王の宮殿の前まで連れて行ってくれます。しかもクリジャの雪雲の毛皮はクエスト属性持ちなので没収されることはありません。というわけでユルサラルドにクリジャの雪雲の毛皮を渡して、ストームベアの宝箱の鍵をもらいます。あとはこの鍵で宝箱を開ければ、ストームベアの鎧一式が手に入ります。早速血虫の兜を装備してから、ストームベアの鎧を装備します。最後にオレインベアクロウの兜を装備すれば、とりあえずこれで当面の装備は整いました。次は移動手段が欲しいので、アルケイナウムのカウンターの上のメモを読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東に一角獣が出現するので、自分の馬として飼いならします。ソリチュードから街道を西に進んで、メリディア層付近で北に曲がって坂を登ると、シュンメの石碑に到着します。これをセットすると、装備してる鎧の重量がゼロとして扱われるようになり、移動速度の低下やダッシュ時のスタミナ消費を抑えられます。次は魔法耐性が欲しいので、マーラ聖堂でディンヤダリュに話しかけて、愛の書のクエストを開始します。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、必ず血虫の兜をかぶってからディンヤバリュに報告して、マーラの使徒のボーナスを得ます。本来は魔法耐性プラス 15% の効果ですが、これは聖職者と血虫の兜で強化可能です。編成パークの魔法耐性も聖職者と血虫の兜で強化してるので、これで現在の魔法耐性は 70% まで上がりました。ある程度戦力が整ったので、ここからは戦闘必須の装備を集めます。まずはウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、レイブンロックの聖堂に入って、異端の調査、カジアの告白を読みます。これでトリビュナルの亡霊のクエストが開始されます。レイブンロック北のドワーフ遺跡、ファールブサーツに向かうことになるので、その前に重装スキルのジャガーノートランクに、両手武器スキルのバーバリアンランクに、当時の構えを取得しておきます。ファールブサーツまで着いたら、雑魚は無視して鋳造器具を目指します。ボタンが大量に並んでる部屋では、下の段の右から2番目が正解なので急いで押して先へ進みます。というわけでファールブサーツの鋳造器具までたどり着きました。ここでは見ての剣ロフランと戦闘になりますが、強戦士の怒りを発動して戦えば、現在の戦力でも十分撃破可能です。倒したら死体から持ち物を回収して、レイブンロック鉱山真上のアッシュフォールの涙に向かいます。中に入る前に必ず剣路の兜とローブを装備しておきます。このクエストは教団に参加するルートと滅ぼすルートがあるのですが、剣路の兜とローブを着てないと強制的に滅ぼすルートに突入してしまいます。広間まで来たらドレブラン女族長に話しかけて、女神の仕事があるのかの選択肢を選びます。するとクエストが3つ発生するので全てこなす必要があります。クエストの一つ、彼らに対するお言葉はレイブンロックの住民に手紙を配るだけなので、戦闘なしで簡単に達成できます。次は海底の注意のクエストを進めるので、深夜まで待機して衛兵が移動するのを待って、アティウス農場の地下に入ります。
ここでは衛兵と買い手との戦闘になるのですが、強戦士の怒りを発動して買い手を速攻で倒します。死体からビペクの仮面を回収したらクエストは完了なので、衛兵は無理して倒す必要はありません。不注意な管理のクエストではカグレンゼルで女才を探すよう指示が出ますが、目当ての人物は麓のストーニークリーク洞窟にいるので直接向かってしまいます。ここでも雑魚は無視して駆け抜けて、山賊が複数いる広間にメリタ女才がいるので急いで話しかけて、助けに来たの選択肢を選んだら、会話をキャンセルしてすぐに逃げます。メリタ女才は置き去りになってしまいますが、クエストは完了するので問題ありません。これで3つのクエストを完了したのでアッシュフォールの涙に戻ると、灰の資料が襲撃してきています。攻撃力は低いですが体力が高くてとにかく数が多いので、奥まで誘導して引き連れて行って、広間で待機してる連中にも戦ってもらいます。彼らは戦闘力が高いのであっという間に全滅させてくれます。そうしたらドレブラン女族長に仕事の完了を報告して、トリビュナルの武器庫の鍵をもらいます。これで武器庫に入れるようになったので、展示箱の鍵を開けて、スカルクラッシャーを手に入れます。この武器の攻撃力はツンの審判よりほんの少し高いだけですが、ツンの審判の重量が31であるのに対して、スカルクラッシャーは15しかありません。15というのは片手武器並みの重量で、戦鎚の中で最も軽い武器となっています。軽いということはそれだけパワーアタック時のスタミナ消費が少ないということです。ストームベアの小手にはスタミナ消費軽減効果があるのですが、これは当時の構えと重複可能です。この2つの効果とスカルクラッシャーの軽さが合わされば、戦鎚とは思えないくらいパワーアタックを連発できます。目当ての武器は手に入ったので、資金集めのために武器庫の装備を回収してから外に出ます。武器庫の装備は時間経過でリスポーンするので、遠慮せずに撃ってしまって大丈夫です。これで装備は揃ったと言いたいところですが問題があります。ストームベアの鎧にはシャウトのクールタイム軽減効果があるはずですが、有効な効果を見てみてもどこにもシャウト上昇が見当たりません。ところがストームベアのブーツを外してみると、シャウト上昇の効果が現れました。実はストームベアの鎧にはバグがあり、どういうわけかストームベアのブーツを履くとシャウト上昇の効果が消えてしまいます。どうせならセットで揃えたかったのですが、さすがにデメリットが大きすぎるので代わりのブーツを探しに行きます。というわけでソリチュードから街道を西に進んで、ドラゴンブリッジにやってきました。宿屋でカウンターの上のメモを読んで、限界の先のクエストを開始します。クエストを進めるとペラディウスと戦闘になるので、一角獣と協力して倒します。ペラディウスは不術付きの兵士の鋼鉄鎧を装備しているのですが、用があるのはこの兵士の鋼鉄ブーツです。このブーツはストームベアと同じく鋼鉄製で、見た目の革っぽさもコテと統一感があっていい感じだと思います。フジュもスタミナ回復上昇で今回のビルドと相性がいいので、代わりのブーツにはこれを採用します。ここからは手に入れた装備を断層強化するための準備を始めます。まずは行商人のリサードに話しかけて、街道で問題を抱えているようだなの選択肢を選びます。これで力の均衡のクエストが開始されます。セイントとセデューサーの山賊を倒すよう指示されるのですが、現在の戦力では全く歯が立たないので、夜になるまで待機して、吸血鬼専用パワー、暗影の包容を発動して隠密状態で接近します。頭の元までたどり着いたらインベントリを開いて、そのまま日記を読めば倒さなくてもクエストは進められます。あとは同じことを3回繰り返せば、ソリチュードの下水道に入れるようになります。雑魚は避けながら進んで、ボスの元まで着いたら、机の上の琥珀と凶器の功績に関するメモを読みます。これで目的は果たしたのでさっさと脱出します。下水道を出たら適当な巨人の野営地で数時間待機します。このクエストを進めるとセイントとセデューサーの山賊がそれぞれ1回ずつ襲撃してくるのですが、現在の戦力では叶わないので巨人の野営地に出現させて倒してもらいます。それが済んだらミストウォッチの北に出現したエベスラを倒しに行きます。強戦士の怒りを発動してから、馬に乗ったままエベスラと戦います。馬に乗っていればエベスラの魔法はほとんど馬に飛んでいくので、降りて戦うよりも安全に倒せます。エベスラを倒したら死体を調べて、魔法火事のエプロンを入手します。鍛造強化の体装備は店や宝箱に出現しないので、自作しない場合はこれが唯一の装備となります。
これ以上吸血鬼でいる必要はないので、適当な根膜の藤武器を装備して、黒痕石に魂を捉えます。モーサルでファリオンに黒痕石を渡して、儀式場で吸血鬼を治療します。本来ならこれで聖職者や血虫の兜による強化を受けられなくなるはずですが、試しに血虫の兜を装備してから、冒険者のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに聖職者と血虫の兜でスタミナと所持重量が強化されています。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識として定着するのも納得の強力なテクニックですね。それでは引き続き単装強化の準備を進めます。ホワイトランの衛兵の宿舎に入って、棚の上の手帳を読むと、鍛冶屋と斬撃のクエストが開始されます。エンバーシャード鉱山で鍛冶屋を探すクエストで、このクエストの最中は鉱山内にオークプレートの鎧を着た山賊が出現するようになります。と言っても中身は最低ランクの山賊なので簡単に倒しながら進んでいけます。標的の鍛冶屋の元まで来たら、強戦士の怒りを発動して、鍛冶屋の隣にいる山賊を速攻で倒します。この山賊は不術付きのオークプレート鎧を着ているのですが、特に重要なのがオークプレートのコテです。単装上昇 25% のコテは本来なら高レベルにならないと出現しないのですが、このクエストならレベルに関係なく入手可能です。装備だけ回収したら鍛冶屋は無視してさっさと逃げます。次はリフ天空で水底からのものに話しかけて、計り知れない深みのクエストを開始します。アバンチンゼルに事件を返しに行くクエストで、戦闘の必要はないので雑魚は無視して駆け抜けます。ボス部屋ではドワーフセンチュリオンが出現するのですが、時点保管庫を調べればクエストは完了なので倒す必要はありません。これで古の知識のボーナスを得られます。説明文を読んでも効果がよくわかりませんが、ドワーフ以外の鎧の防御力 25% 上昇と単装上昇プラス 15% の効果です。次はソルスセイム島北部のノルド遺跡、ホワイトリッジの墓場へ向かいます。ここでも雑魚は無視して駆け抜けて、ボス部屋に着いたら、強戦士の怒りを発動して、メリラーレンガスを速攻で倒します。死体からメリラーの檻の扉の鍵を回収して、言葉の壁のままで逃げて、黒の書、血色の悪い節制の内部に入ります。ここでは暗闇の中にいるとダメージを受けるギミックがあるのですが、これは松明を持っているだけで防げます。まともな戦闘はできないので最後まで駆け抜けて、力の探求者の能力を得ます。これは戦闘スキルを 10% 上昇させる効果で、両手武器、重装、家事スキルの全てが強化されるので、このビルドでは欠かせない能力です。次は家事スキルを鍛えたいのでまずは戦士の石碑をセットして、宿屋に泊まって休息ボーナスを得ます。そうしたら鍛冶屋から革と革紐をあるだけ購入します。殴りリロードを繰り返してひたすら買い続けて、革360個、革紐720個になるまで集めます。それではこれらを材料にして、石膏の革ごてをひたすら作り続けます。石膏の革ごては費用の割に得られる経験値が多く、家事スキル稼ぎに向いた装備となっています。しばらく石膏の革ごてを作り続けて、家事スキルを60まで上げました。作成した石膏の革ごては売却して資金を回収します。それではスキルツリーを開いてレベルを上げて、家事パークの鋼鉄の単装術、魔法家事を取得します。現在のレベルは22になりましたが、あともう少しレベルを上げれば店売り品のランクが上がるので、馬を殴って両手武器スキルを鍛えます。両手武器スキルが61まで上がった時点で、レベルが24まで上がりました。それではバーバリアンランク4、大打撃。クリティカルパワーを取得します。これで U ランクの指輪やネックレスが売られるようになったので、レディアント装具店で、単装術の指輪 U、単装術の首飾り U、万力の指輪 U を購入します。アンジェリンズアロマティクスで家事の飛躍を購入して、鍛冶屋で単装用の鋼鉄のインゴットと革を少し多めに購入しておきます。最後に攻守の間に骨の粉が複数落ちてるので回収して、いよいよ単装を開始します。まずは血虫の兜をかぶって、家事の飛躍を飲みます。単装術の指輪、単装術の首飾り、オークプレートのコテを装備して、
最後に魔法鍛冶のエプロンを装備します。それでは作業台で鎧を単装していきます。途中で鍛冶スキルが上がってまた単装できるようになるので、単装負荷になるまで繰り返します。鎧が終わったら砥石でスカルクラッシャーを単装します。スカルクラッシャーも鋼鉄カテゴリーで、鋼鉄の単装術で2倍強化が可能です。単装が終わったので装備を戻します。これで防御力は492、攻撃力は213まで上がりました。ようやくまともに戦えるようになったので、ここからはドラゴンボーンの霊気を取りに行きます。というわけでブリークフォール墓地を攻略します。さすがにここまで鍛えていれば戦闘は楽勝なので、ボスをあっさり倒して、ミルムレミルも倒します。スカイリムの各地にドラゴンが出現するようになったので、攻守の間から南東のボーンストレウン山脈へ向かいます。言葉の壁からフロストブレスを習得したら、そのままドラゴンを倒してドラゴンソウルを吸収して、フロストブレスの一言目を解放します。これでフロストブレスが使えるようになりましたが、ストームベアの鎧で軽減してもまだクールタイムが21秒もあります。このままではさすがに使いづらいので、マルカルスのアンダーストーン砦に入って、オンドルマールからオグマンドのタロス崇拝の証拠を見つけるクエストを受けます。オグマンドの家に侵入して、宝箱を開ければ、オグマンドのタロスのアミュレットが手に入ります。血虫の兜をかぶった状態で装備すれば、フロストブレスのクールタイムは11秒まで軽減されました。さらにタロスの祠から祝福を得れば、フロストブレスのクールタイムは4秒まで縮まります。これでほぼ不思議なくフロストブレスが使用可能になりました。それではホワイトリッジの墓場から北に向かって、サイリングズウォッチの言葉の壁から、服従のシャウトを習得します。ドラゴンからドラゴンソウルを吸収して、服従の一言目を解放します。そのまま島の北部を東に進んで、風の岩に到着したら、服従を当てて風の岩を解放します。ここに出現するルーカーはそこそこ強敵なのですが、現在の戦力なら安定して倒せます。その後はすぐ東のスコール村に向かって、ストルンに報告すれば、ミラーク聖堂の外にフリアが出現して、グレイビヤードに会う前でもクエストを進められます。ミラーク聖堂は上位のドラングルが多数出現して一人で突出すると危険なので、フリアと協力しながら進んでいきます。クエストを進めると次はネロスとチャルダックを攻略することになります。ここのドワーフオートマトンもそこそこ厄介ですが、一度に出現する数は多くないので倒しながら進んでいけます。あとは手紙の書き方に関する見識を攻略するだけですが、ここに出現するルーカーやシーカーを複数同時に相手にするのは厳しいので、やっぱり逃げながら進むことにします。というわけでさようでハルメアスモラの長話を聞いて、ドラゴンボーンの霊気を入手します。これでフロストブレスを当てるだけで15秒も敵を凍結させられるようになりました。現在フロストブレスのクールタイムは4秒なので、凍結が有効な相手なら完全に行動を防ぐことが可能です。それでは凍結の粉砕者がなぜ凍結の粉砕者なのかを説明します。現在の攻撃力で普通に攻撃すると54ダメージになります。ところが相手が凍結中の場合は21ダメージにしかなりません。なぜここまでダメージが下がってしまうかというと、凍結中は防御力にプラス500という極端な補正が与えられるからです。しかし防御力が原因でダメージが下がっているということは、両手武器パークの骨砕きを取得すれば、ダメージが増えるということです。現在はランク2までしか取得してないのでそれなりにダメージを軽減されてしまってますが、両手武器スキルを90まで上げて骨砕きランク3を取得すれば、通常時と遜色ないダメージを与えられます。フロストブレスで凍結させたところを骨砕きで無理やり叩き壊す。これが凍結の粉砕者というわけです。というわけで凍結の粉砕者の基礎はこれで完成したので、あとは各地でクエストをこなしていけば自然と強くなっていくはずです。凍結はドワーフオートマトンなど一部の敵には無効化されてしまいますが、霊気耐性は無関係なので意外と多くの敵に有効です。ここまで装備を強化していれば1対1なら大抵の敵は正面からの殴り合いで勝ててしまうのですが、集団戦に強いのがこのビルドの特徴です。相手がどんなに強力でも一瞬で無力化できるのが気持ちいいので、ぜひあなたも凍結の粉砕者を作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。